皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は韓国の大統領選挙についてです。この話題について前回取り上げた時は、野党候補が一本化されて、ほぼほぼ野党候補の方が勝つだろうということを皆さんにお伝えしました。その後において実際に期日前投票というものが行われたのですが、その期日前投票においてかなりの混乱が見られました。もしかしたらその出来事というのが最終的な勝敗結果にもかなり影響を与えるかもしれないという話が起きています。しかもこの話はかなりずさんな内容で、なんでそんなこともわからなかったんだろうというツッコミがいっぱいできるような話となっています。それでは韓国で一体どのようなミス連発の投票のトラブルがあったか記事を見ていきましょう。21世紀の韓国大統領選で押印済み投票用紙をカゴで運搬。新型コロナウイルス感染者隔離対象者が5日に行った韓国大統領選の事前投票で、投票用紙を選挙事務員が適正に管理せず大きな混乱が生じた。感染者隔離対象者が選択印を押した投票用紙を直接投票箱に入れるのではなく、選挙事務員が回収したことで、一部有権者は直接投票、秘密投票の原則に反すると抗議した。一部の投票所では、カゴに投票用紙を入れて運ぶ様子も見られ、学校の班長や村長を選ぶ選挙でも、こんな風にはやらないという反発が相次いだ。与野党は中央選挙管理委員会を訪れて抗議した。選管は、投票管理に不十分な点があったが、不正の可能性は絶対にないとし、7日に緊急会議を開き、9日の本投票での対策を立てることを決めた。ムン・ジェイン大統領は6日、今回の混乱について、遺憾だ、選管は経緯を説明すべきだと語った。コロナ感染者隔離対象者は、5日午後5時から外出許可を受け、全国の事前投票所を訪れ、臨時の記入台で投票を行った。一部の投票所では、投票立会人がいない状況で、選挙事務員が感染者らの投票用紙をビニール袋、即席麺の段ボール箱、カゴなどに入れて運び、すでに選択印を押された投票用紙を別の有権者に交付したケースもあった。弁護士協会は声明を通じ、直接投票、秘密投票という民主主義の原則を無視した事態だと批判した。事前投票では、有権者総数4419万人のうち1632万人、36.93% が投票を済ませ、過去最高を記録した。しかし、感染者隔離対象者の投票管理が不適正だったことから、中央選管の選挙管理能力や公平性に対する不信が高まっている。与野党は選挙不正疑惑は指摘しなかったが、僅差で当落が分かれた場合、感染者隔離対象者による投票の問題が議論を呼ぶことも考えられる。選管はまた5日の投票に参加した感染者隔離対象者の事前投票率を別途集計しないなど正確な数字も把握していなかった。ここからは記事の補足です。新型コロナウイルスの感染状況を見てみましょう。韓国のここ1ヶ月の状況なのですが、デルタ株からオミクロン株へと変わり、そして感染の拡大といったものが歯止めがかからない状態になっています。ここ最近1週間では平均して21万8000人と非常に高いレベルでの感染者数の増加が見られ、まだ感染のピークを迎えていないであろうと言われています。そのため今回問題となっているコロナ感染者、隔離必要者の人数もまた多いということがわかります。今回行われたのは期日前投票です。しかし、今回ずさんな対応をしたためにその勝敗にももしかしたら影響が出ているかもしれません。例えば、今回の投票で問題視されているのはその票の取り扱い方です。一般の投票者の人たちであれば自分が投票用紙を受け取って記入してそして投票してといった具合にして特にいつもの流れとは変わりません。ところがコロナ感染者やもしくは隔離対象者の人たちの投票行動といったものは投票用紙を受け取った後において投票用紙を箱に入れるのではなく係員に渡すといったことを一つ行っています。その受け取った係員が後で一般の投票者の票と合算するわけです。つまりその間にワンテンポ置かれるわけなんですが、この時問題となっているのがこの係員の人に例えば投票の立会人がいないといった場所もあったそうです。そのために
この係員が何か不正をしたとしても誰にもバレないかもしれないというわけです。例えば段ボール箱の中に入れたであるとか、ビニール袋の中に入れたといったことをしているわけですが、それは係員の人が任意の表を開いて一体どっちの方に入れたかなというのを確認することも可能なわけです。本来であれば立ち会い人がいるわけですから、そのような行動すらできないはずなのに、今回ではそのようなことができてしまう、そのような不手際があったというわけです。例えば日本においては、投票所のその一番乗りした人は、投票用紙を入れる箱の中身が全く何も入っていませんねということを係員の人と、そして投票する一般市民が両方が確認することで投票の受付が開始されます。そのようにして投票の不正が起こりにくい状況というものを作っているわけですが、今回のように係員の人が誰の立ち会い人もない状態で、しかもいくらでも自分でその票の中身を見ることができるかもしれない状況を作ってしまったというわけです。しかもこれが1箇所だけ、そして1人だけというような場合ではなく、今回では投票所全体でこのような不手際が多く見られたというのです。そもそもコロナ感染者隔離対象者の人たち全体に向けての不手際というのが指摘されていて、専用の受付箱がなかったり、もしくはどうすればいいのかといったことが事前に言われていなかったからこそ、投票所によってはビニール袋だったし、別の投票所では段ボール箱を即席で作ったりなんていうことをしたそうです。さらにはどのような環境で投票するかといったその基準作りなども全く行われていなかったために、一部においては物置のような倉庫のような場所で投票を行うことになって、さあ記入しようと思ってもその横には何かよくわからない資材の積み上がっているようなところで投票用紙に記入せざるを得なかったような場所などもあるようです。そのようなことから記事の中においては、こんなやり方では学校でもやらないし、もう町とか村といった単位でもこんな変なことはしないぞという話へとつながってくるわけです。このようにツッコミポイントがやたらと多い今回の問題なわけですが、じゃあ全体としてそれがどのくらい問題なのかなという話になった時に、これがまた小さい話でもなさそうというのが、記事の最後の補足で皆さんに述べた現在の韓国における新型コロナウイルスの感染状況です。例えば対象者がものすごく少ないのであれば、たとえ不正をしたとしても選挙結果に与える影響というものももちろんとても小さくなります。新型コロナの感染者数が毎日100人程度しか出ていないのであれば、外に出歩いて投票に行けるようなコロナ感染者や隔離対象者といったものもものすごく少なくなるはずです。ところが現在では1日の感染者数が20万人といったレベルで、現在韓国では感染拡大期にある状況ですから、当然のように今回のずさんな対応の上で投票した人たちというのも何十万人という単位で大きな話になるのです。そこに今回のような不手際が重なっているのですから、投票結果においても何千であるとか何万人単位でもしかしたら本来とは違う票が出てくる可能性があるわけです。このようなことから、もしも選挙結果として与党候補と野党候補のその接戦というものが見られて、票差が例えば1万票しか差がないなんていうことになって、どちらかが勝利者となったら、当然のように負けた人は今回の出来事を指して、これは選挙不正があった、もしくは不正があったと見られるから、この選挙そのものが不成立だなんていう話になるかもしれません。というわけで今回の動画は、韓国の大統領選挙に大きな失敗があり、大統領選挙が終わった後も本当に勝利者が確定するかどうかはわからないかもなというお話でした。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見よったらぜひとも評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。